見つけた見つけた。よし、来た。いきます。せーの、フッキング。よし、来た。よし、来た。タモ。どうも、ちぬこチャンネルです。緊急で動画を回しています。この堤防の向こう側にですね、巨大なカニを見つけました。もう今まで見たこともないような大きさです。かなり高さのある堤防なので、下に降りて水の中に入って網ですくうのは難しそうです。なのでね、竿で釣り上げたいと思います。では、タックルを準備します。車に合ったものを使いますね。竿とリール、ラインは太めのものを貼ってます。ナイロンの5号かな。ロッドは折れないように固めがいいんじゃないかな、多分。針は大きめのトリプルフック。ガン玉をつけます。すごくシンプルな仕掛けですね。餌はスルメイカです。ハサミで切って使います。あとはタモ網。もっと大きいの車の中に積んであるので、サイズによって変えようと思います。準備完了。この重りのついたトリプルフック、カニを見つけたらですね、餌をつけてこうやって目の前ちょっと離れたところに落として、そして誘ってカニが来たらグッと合わせて釣り上げる。で、水面ギリギリぐらいまで持ってきたらタモでこんな感じですくうということですね。よし、シミュレーションはバッチリです。あとはもうカニを見つけるだけ。ちなみにカニ取りは地域によってルールが違います。漁業権が設定されている場所や懐中電灯で照らして網で取ることを禁止されている場所もあります。またカニ網という漁具の使用は禁止されています。法律違反になりますので注意してください。あれ、おかしいな。いなくなっちゃいましたね。さっきまですごい大きいのいたのにな。夜になるとまた出てくると思うので、暗くなってからこの場所に入り直します。いないかな。カニはですね、夜行性です。なので夜に活発に餌を探して動き回ります。こういう岩のね、ゴツゴツしたところを住処にしてるのでいると思うんだけどな。あ、いた、いました。ほら、あそこ。よし、ではもう一回チャレンジ。よし。おいで。あ反応してます。反応してる。警戒してる。あ、こっちにもいる。こっちにもいた今。ほら、でかい。ちょっと待って。ほら、でかい。こっち。ちょっと待って。お、見つけた。よし、来い。よし、来た。よし、食ってる。いきます。いきます。くっそ、わからん。いきます。せの。よち。いきます。せの。よち。よし、来た。タモ。いました。おお、すぐ手前、足元。もうこれすくえるんちゃう？すくえそうなんで。はい、オッケー。よし、入った。すくえた。よいしょ。おおすくえた。足元いたから釣
釣り竿を持ってたんですけど、もう足元まで来たんですくいました。よし、この中に、これが難しいんだよね。足に引っかかってる。よし、取れた。OK。1キロはね、ちょっといかないかもしれないけど、ちょうど美味しそうなサイズですね。でかいのどっかにいるはず。いた。でかいのいた。でかいの発見。よいしょ。よし、これは取りたい。いいとこ行った。見てる絶対見てる。食えた。食ってる。来た。よし来た。よし入った。よし入った。引っかかってる。オッケー。取った。でかい。ちょっと待って。伸びちゃってる。よいしょ。竿を置きました。竿を置いて、かぶせて。よいしょ。オッケー。よいしょ。でかい。これめっちゃでかいんちゃう。よいしょ。めっちゃでかいです。これは、すごい大きさ。ほら見て。さっきのと比べると全然サイズ感違う。すごいの取れた。すごい。よいしょ。喧嘩するマジ怖い。こうだ。よし、オッケー。怖え。めちゃくちゃ喧嘩してる。ごめんね。ちょっと君、こっち向いて。よし。手取れちゃった。喧嘩して手取れた。さっき見つけたやつ、明るい時間帯に見たやつ、これかもしれない。めっちゃでかいでしょこれ。超特大胴漫画に釣り上げましたというか、ほとんど最後はね、もう他も格闘戦でしたけど、とりあえずゲットすることができました。いやー、びっくりした。めっちゃでかい。これがいわゆるね、沖縄にいるマングローブガニと一緒です。土手破りとも言いますね。正式名称はノコギリガザミです。いきます。よし。オッケー。竿を置いて、こっちで。結局竿を置いて取っちゃうというね。よし。よし。怖い。こうしっかり針でグッとフッキングしたらですね、もうそのまま動けないようにしといて、タモでかぶせるという形でね、取りました。よし。いや、正直こんなにいると思わなかったんでびっくりしました。で、この一番小さいのですね、もうこの場でリリースしていきますね。この後ね、まだ時間があるので、ガサガサで別の場所に入りたいと思います。新規ポイントなので、正直生き物がいるかどうかもよく分かりません。カニとかハゼとかそういう小さい生き物はいると思うんで、そういうものをね観察しながら進んでいきますね。うなぎだ。捕まえたうなぎ捕まえました。足元にうなぎがいた。夜になるとね活発に動き出します。ただサイズは大きくありません。さすがにこのサイズは食べられないですよ。リリースしますね。びっくりした。いきなり足元に現れたから思わず反射でスッとすくってしまったけど、ハゼ発見。ハゼが寝てるのかな。これ全然光を当てても動きません。生後だ。生後がいる。スズキの子ですね。ちょっとライトが嫌そうかな。こっちだこっち。一見見るとハゼっぽいですけど、もっと扁平な形してるんでね、ちっちゃいけどゴンズイ。夜になると活性が高くなります。でね、こうやって玉になって泳ぐからゴンズイ玉って言われますね。いた胴漫画に。でかい。めっちゃでかい。これタモ入るかな。ほら逃げない。これいけるか。でかい。ドキドキする。どこまで近づいたら逃げないんだろう。逃げそう。よし来た。逃げそう。よし来た。
こっからどうしたらいい？ゴム手袋持ってきてたんですけど、はめるの忘れてました。ちょっとこのままはめます。ゴム手をはめて、うわ怖え。よし、やるぞ。暴れないでお願い、怖い。よし、オッケー。よし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 、やったやったやった。取った。暴れないでね。でかいな、おい。うわ、でかいでかい。あ、でかい、めっちゃでかい。これは1キロあるかもしれない。あるんじゃないかな。どうだろう。家帰ってから計測するの楽しみです。ただいま、すーちゃん。あれあれどうした？待ってたね。だいぶ待ったもんね。いつも楽しみにしてるからね。今日はカニちゃん取ってきたんだよ。大きいよ。よし、そしたら美味しいご飯作ります。後でね、すーちゃん待ってて。今回の戦利品は、はい、ドーマンガニです。正式名称はノコギリガザミ。沖縄で採れるマングローブガニと同じカニです。限られた水域にしかいないので、幻のカニとも呼ばれる高級食材です。特徴は何といってもこの立派な爪ですね。挟む力は100キロほどあると言われています。見つけても素手で触るということは絶対にしないようにしましょう。それでは計量してみますね。せーの。はい。惜しい。めっちゃ惜しい。926グラム。大きい方はまだ生きてます。すごい大きさ。怖い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 。爪すごい。網を取った。よし、取った。2115ってことは2キロ超えてます。やったー、2キロ超え。びっくり。甲羅のサイズ測ってみるか。怖いよ、動かないでね。怖い怖い、びっくりした。怖い。20センチぐらいあります。21。2キロ超えの方はさすがに1人では食べきれないので、ガサガサで取ったこちらを調理していきますね。まずは足の間や甲羅の裏側、汚れがありますのでしっかり取っていきますね。すごい綺麗になった。真っ白。そしたらうちにある一番大きなお鍋、カニを入れて、入った。軽く塩を加えて茹でる。いきます。オープン。真っ赤になってる。すごい。足を1本拝借しますか。あっち。よいしょ。おちょっと味見してみますね。いただきます。あ、美味しい。美味しい。甘い。味濃い。わあ。ガニがグロテスク。エラですね。ガニちゃんは食べられないので取りますよ。よし、オッケー。パキー。ちょっとカニ味噌もいただいてみようかな。いただきます。あ、あ、美味しいです。濃厚だけどすごく食べやすいですね。ここはたっぷり身が取れます。わお。わお、プリンプリンです。あとは爪だ、爪。タオルに包んで割りますよ。いきます。オッケー。おー、うわ、身がプリンって出てきた。プリン。うわ、すごい量取れた。きゅうり千切り、人参、軽く塩を振って揉んでおきます。ハム同じく千切りにしておく。お鍋にお水を入れて沸騰してきたら、はい、春雨入れましてさっと茹でます。よし、これぐらいかな。水で洗ってからよく水気を切っておきます。絞った野菜を混ぜて、ハム、お酢、だし醤油、蜂蜜、美味しいやつね、たっぷり入れて、ごま油といりごまを加える。はい、カニの身を入れて、このぐらいいっちゃおうかな。よーく混ぜます。器に盛り付けて、よいしょ、できました。
ドーマンガニの身をたっぷり入れた中華風春雨サラダ完成です。お酢とごま油を効かせてさっぱり仕上げてみました。贅沢なサラダですね。いや、お腹空いちゃいました。カニの身と一緒にいただきます。あ、美味しい。カニの身が他の具材に全然負けてない。さっぱりしてるし、どれだけでもいけちゃう。美味しい。爪の身です。いただきます。めちゃくちゃ美味しいよ。泥臭いのかなって心配してたんですけど、全然めっちゃうまい。はい、今日はこちらサントリー生ビールトリプル生、スーパーですごく美味しそうだったので買ってきちゃいました。よいしょ。おー、クリアな色。夏はやっぱりビールだね。よし、それでは乾杯。すっきり軽やかな感じ、飲みやすくて美味しい。春雨サラダはもともと大好きなんですけど、カニが入ることによってやっぱ1ランク2ランクぐらい上がりますね。はい、さらに料理を進めていきます。ネギみじん切りにしておく。油を敷きます。豚ひき肉を入れて炒める。ネギ、生姜、ニンニクミックスを加えます。ククルー四川風麻婆豆腐の素を入れます。はい、三重県松阪のお豆腐ですね。よし、崩さないようにかき混ぜます。いい匂い。めっちゃいい匂いする。火が通ったらネギを加えて、これまたしっかり混ぜます。盛り付ける。たっぷり。突き抜ける辛さアップ。萌え辛唐辛子。激辛の黄金比率。SB からの挑戦状って書いてある。受けて立つ。このぐらいいっちゃうか。ちょっと赤くなるぐらいいっちゃおう。よし。輪切りの唐辛子と。できました。激辛麻婆豆腐。完成です。夏といえば辛いもの、これを食べてバンバン汗をかきたいと思います。表面真っ赤になってる。楽しみです。喉にきた。お米を炊きます。卵を割りほぐします。じゃーん、長谷園の関東風カニ玉。さらにドーマンガニの身入れちゃいます。たっぷりたっぷり。うわー、すごい。はい、入れれるだけ入れて混ぜつつ焼いていきます。ビジュアル最強。卵最高。ご飯の上にですね、半熟のまま乗せたい。ちょっと待って、失敗。そうか、なるほどね。もう一回作ればいいんだな。なんとかふわとろのまま乗せたいんだ。よしよしよし、いいんじゃないですか。ほい、よしよしよしと。同じお鍋で付属のあんを作ってたっぷりかける。うわー、垂れた。よし、このぐらいにしとこう。できました。ドーマンガニの身たっぷり天津飯完成です。ふわふわに作ったカニ玉をご飯にのせて熱々のあんをかけました。もうこれは絶対美味しいやつですね。早く食べたいよ。はい、お待たせ。すーちゃん、よーし、おやつあげます。チュールボールマグロ味。ちょっとはい、トッパー混ぜて。マグロ味だけど表面ちょっとささみが
入ってるみたい。たくさん食べるとね、目がかゆくなっちゃうのであんまりあげれないや。すーちゃんごめんね。ちゃんと見てこればよかったな。1個がこんな感じのボールになってますね。よし、こんぐらいにしとこうかね。え、ごめんごめん、すーちゃん。はい、完成しましたすごいボリューミー、美味しそう。お腹空いちゃった。それでは早速いただきたいと思います。おお、どうしたすっちゃん。今日は全部中華料理でまとめてみました。まずは麻婆豆腐から。激辛麻婆、辛いかないただきます。美味しいですいけるうん、いけるよ。うまっ。夏は辛いものだね。あ、辛い。二口目から辛くなってきたうまい。辛うま。めっちゃ美味しい。ネギのシャキシャキ感がいいですね。中華料理最高さっぱりご飯の上にたっぷりカニ玉、天津飯いただきます。大きく取っちゃったうまい。卵ふわふわ。もうカニの風味すっごいです。これ口の中が幸せいっぱい美味しいね。あ、すっごいでっかいカニの身。今のとこご飯じゃなくてほぼカニ。贅沢。うまいすぐカニ来るおいちぬこはい、ごちそうさまでした。今回は高級食材のドーマンガニを釣りでもガサガサでも取ることに成功しました。釣りの方ではたくさん見ることはできたんですが、なかなか釣るのが難しかったですね。ゲーム性があってとっても楽しかったです。次回こそはさらに大きなの取れるように頑張りますね。ちぬこチャンネルではチャンネル登録者50万人を目指しています。今日の釣りやガサガサやってみたいなと思った方はぜひ高評価ボタンと皆さんのカニ取りの思い出やカニ料理の思い出をコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。やばい、すーちゃんカニにやられるぞ。爪でバキってなるぞすーちゃんの勝ち